こんにちは、一人介護のりょうさんです。突然ですが、皆さんは訪問入浴って知っていますか？私は10年前、父を自宅介護するときに初めて知りました。今は昔より介護の情報が増えたことや SNS の普及でご存知の方も多いのではないかなと思います。訪問入浴とは、自力や介護者だけでは入浴が困難な方のお家に専用のポータブルの浴槽を持ってきていただいて、お風呂に入れていただける介護サービスです。私が初めて知った時は、なんと素晴らしいサービスがこの世に存在するんだろうと感激しました。だってお風呂の浴槽が持ち運べるんですよ。車に積んで運んでくるんですよ。諦めていた自宅での入浴が叶うんですよと当時を思い出し、興奮してしまいました。さて、本日は寝たきりの人が入る訪問入浴の風景をご紹介します。余談ですが、寝たきりって言い方、いつも違和感を感じます。もっといい言い方ないでしょうかね。ベッド生活などもいいかも。皆さんはどう思われますか？他に良い言い方があればコメント欄で教えてください。それではスタート。父の入浴の時間は午後11時です。1時間前から準備を始めます。まずは処置がしやすいようにベッド柵を外します。パパさんは脊髄小脳変性症という神経の病気の影響かな。年々神経反射が過敏になっています。声をかけるだけ、または目の前に影が見えるだけなど、少しの刺激にも敏感です。すぐにびっくりしてしまい、その驚いた刺激から脈が上がって呼吸が荒くなり、しんどくなってしまいます。ひどい時はこんな表情に。入浴も命がけです。ですので、できるだけ処置は静かに、ゆっくり、優しく、手短に、丁寧に終わるように心がけています。とはいえ、時間がない上、することいっぱい、その上、落ち着きのない性格も手伝って、いつも慌ただしくなってしまいます。父の場合は、湯船の時間を短くするために、訪問入浴さんがいらっしゃる前に、手、指、足、脇、肘、胃ろうの周り、陰部、髪の毛、あらゆるところはすべて私が洗っておきます。まずは胃ろうと一番関節が固まってしまって開きにくい左手の指を洗う準備をしています。と、ここで、りょうさんの知恵袋なんちゃって、今までの経験で得たことや情報を2点お伝えします。1つ目、洗う順番としては、比較的体のきれいなところから汚いところの順番を意識しながら洗います。汚いところを先に触れると、もしかしたらそこでついた菌がきれいな箇所に移ってしまう可能性があるためです。汚染したところを洗ってしまった場合は、できれば手袋を交換しますが、なかなかそうはいかないこともあるので、できない場合は自分の指の中で汚染部に触っていない残りの指を使い洗います。2つ目、洗うときにその人が一番苦痛や痛み、不快を伴うところは最後の方にします。最初に行ってしまうと、その痛みや刺激から力んでしまったり、さらに呼吸や脈を速め、苦痛を増強させてしまう可能性があるからです。はい、次に関節の拘縮のひどい手の指を洗っていきます。その前に胃ろうのボタンが体や皮膚に食い込まないように当てているガーゼを外します。わお、周りの皮膚が真っ赤で痛々しいです。100均の便利グッズの園芸用のボトルを使い洗います。そのお湯をエアーカウルさんの吸水性の良いタオルで吸わせるために、胃ろうの周囲を囲みます。園芸用ボトルもエアーカウルのタオルも以前の動画でご紹介していますので、よろしければそちらもご視聴ください。次は手を洗います。まずは軽くお湯で濡らしてから泡で洗っていきます。泡切れを早くするためにガーゼハンカチで泡を拭き取っておきます。だんだん父の表情に変化が、顔がこわばってきています。次に拘縮がひどい方の左手を洗っていきます。拘縮とは、長い間体を動かさないでいたために筋肉や
皮膚などが伸縮性を失って硬くなり、関節の動きが悪くなる状態を言います。時々顔の表情を見て、痛くないか、唾液や痰が溜まっていないか確認しています。触ったり関節を広げると痛がりますが、泡をしっかり流さないと後で匂いを放ったり、水虫悪化の原因になるのでしっかりと洗っていきます。痛がってかわいそうですが、ここは心を鬼にしなければなりません。辛いところです。次は下半身、陰部を洗っていきます。たくさんのお湯で洗うので、吸水性のタオルを準備していきます。ベッドが低くて腰が痛いので、私に合わせてベッドの高さを調整します。次に左の脇の下と肘を洗っていきます。ちょっと美しくはありませんが、一人で服を脱がすときは両手が使えないので、口にくわえて引っ張っています。お見苦しくてごめんなさい。とにかく強く力んでしまうので悪戦苦闘です。洗濯物を減らすために、先ほど着ていたパジャマやタオルは洗浄水を吸わせるために再利用します。使い回しが深いと感じる人もいるかもしれませんが、こちらはそんなこと言ってられません。反対側に回って左の脇の下におむつを敷いています。脈が上がり呼吸が苦しそうなので一旦休憩してもらい、その間におしっこを捨てる用のバケツを取りに行きました。尿を捨てるときは色、何か浮いていないか、血など混ざっていないか、詰まっていないかなどを確認しています。次は右手を洗っていきます。同じようにおむつを引いて、先ほど身につけていたタオルを再利用します。拘縮がひどい指を洗うときは痛みが増すので、表情を見ながらやっていきます。次に右の脇を洗っていきます。背中におむつを敷きます。その間に少なくなったペットボトルのお湯を足しに行ってきます。お湯を汲んできました。右手で父の腕を支え、左手でお湯をかけて左手で洗います。本当は猫の手も借りたい。重力で皮膚や皮下組織が垂れているので、脇の後ろ側からもお湯で流します。洗い残しがないように。左側の脇を洗っていきます。表情がますますしんどそうになってきました。パルスオキシメーターをつけるのを忘れていたのでつけます。脈の数と酸素の濃度を確認しながら行っていきます。アラームが鳴っています。酸素の濃度が下がりました。この間に頭を洗う準備をしていきます。今度は左の肘の屈曲した部分を洗っていきます。指1本入れるのがやっとなほどぎゅーっと肘を締めています。酸素モニターのアラームが鳴っていますが、時間も押し迫っているので申し訳ないですけど、このまま続けます。本当は休憩させないといけません。パパさんごめんね。ところでこの100均アイテム、ピンポイントでお湯がかけれて本当に便利なんです。ぎゅっと握った手のひらや肘の隙間は本当に洗いにくい。父は首の後ろを触られるのが一番不快なようで、ちょっと触るだけですぐに酸素濃度が下がってしまいます。訪問入浴が来る時間も押し迫っているので、酸素濃度のアラームが鳴っていますが、そのまま続けます。本当はダメです。ごめんなさい。そうこうしているうちに訪問入浴が来ちゃいました。ここからは入浴中の風景ですが、解説は割愛しお送りいたします。撮影許可いただいています。背中を洗う時の掛け声が好き。よいしょ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 15回。素敵な掛け声。明るい入浴になる。初めて聞いた時はとっても感動しました。よいしょ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 と、こんな感じで
父の場合はゆっくりお風呂に入る体力がありませんので、ドボンと入って終わり。泡の洗い残しを流す目的となり、わずか5分の入浴タイムです。こんな思いまでさせて入浴するべきか。かといって体拭きだけでは汚れも落ちず、皮膚疾患が増える可能性も。未だ悩みながら介護をする毎日です。何か良い方法やご意見ご感想ありましたら、コメント欄にてお聞かせいただけると助かります。それではまた。To fall for the last time. Picture perfect.